プラモの世界へようこそ。やあレイム、前回の解説からプラモを買ったか？マリサ、へそくりを使い果たしたわ。なんだ、そんなに買ったのか？そうよ、でもね、同じタミヤのキットだけど、なんだか部品の細かさが違うのね。ああ、なるほど、そういうことあるよな。キットが開発された時代によって、精密さが全然違うな。そうなの、箱絵で選んだんじゃわからないわね。よし、それじゃ今回は MM シリーズの年代による出来の差について解説しよう。やったー。それじゃ、ゆっくりしていってね。進化しているタミヤ MM シリーズ。戦車プラモといえばタミヤの MM シリーズだな。毎年、2、3作新製品が発売され、シリーズは380種を超えているな。ふむふむ。ただ、昔のキットが発売休止になり、再販される時にまた新しい品番がつくこともあるから、初心者は新製品と思うかもな。ああ、そうだったのね。ミリタリーミニチュアシリーズが始まったのは1968年で、70年代にキットが多数発売された。MM100 以前の黎明期のキットはオールドタミヤとかヴィンテージタミヤと呼ばれ、今でも懐かしんで作るスタイルがあるぜ。ああ、スケールモデルと呼ぶにはフィギュアとか少しトイっぽいキットもあるわね。これなんか初期のキットかしら。そうだな。最近のフィギュアと昔のフィギュアでは、プロポーションや服のシワなどリアルさに大きな差がある。でも、昔のフィギュアもなんだか味わいがあるわね。フィギュア原型師のセンスが魅力になっていることはあるな。最近は人を 3D スキャンして設計しているから、人形とは思えない生々しさまで再現されてるぞ。人形を細かく分割しているキットがあるけど、もしかしてそれが新しい設計なのね。あ、そうだな。リアルな造形を立体にするために部品分割を増やしている。車体も昔は再現度が今より低く、印象が伝われば OK と考えられていた。だから、寸法をデフォルメしたり、メーカーの事情で細部を省略したり、組み立てストレスのないよう、部品数を増やさない設計をしていた。特にデフォルメされたものは今のスケールモデルと比べると問い的な印象がある。デフォルメって意図的にプロポーションを変えているの？おそらく最初は正確な情報がなく、本当に印象だけで設計してたのかもな。でも、目線の高さで実写を見た印象と、上から見下ろす模型では見え方が違うから、デフォルメをして印象を似せようと考えたとも言われているぞ。だけど、それって受け手と送り手で印象の差があると、全然似てないことになるわね。あ、そうだな。70年代後半になると模型紙や資料本も手に入るようになり、MM シリーズのスケール的正確さが問われた。そうよね。タミヤにはモーターで走らせて遊ぶキットもあり、モーターと電池を乗せるために車体の幅を広げる必要があった。今では飾るプラモと走らせるプラモで部品を変えているけどな。へえ、走らせるキットも面白そうね。まあ、動く模型はまた別の話だな。さすがにモーターで走らせるには構造が繊細な足回りの M13 カーロアルマートや、デフカバー形状にギアボックスが収まらない M3D 戦車なんかは最初からモーターライズ版のないキットだ。そうなのね。タミヤは MM シリーズでジオラマを作るアクセサリーをラインナップしたり、ジオラマを戦場写真のように撮影して募集するパチッチョ系写真コンテストをやったりと、動かない模型でリアルさを追求する楽しみ方を提供した。ふむふむ。MM100 以降はフィールドキッチンやクルップボクサーなど戦車以外のキットも増えて、ジオラマの表現幅を広げ、コレクション性も高まった。MM75 の97式中戦車チハヤランドローバーピンクパンサーは70年代に作られたと思えないオーパーツ的キットだな。80年代後半になると主観的なデフォルメに懐疑的なユーザーも増え、G62 のキットでは実写に似ていないと批判も出たりしたな。あらら、時代の流れね。そうした一種の倦怠感が MM シリーズの勢いを鈍らせ、MM122 の M4A3 シャーマンが出た80年代初頭あたりから対戦アイテムの新製品が出なくなる。冬の時代ってやつね。男の子はプラモよりも女の子、アイドルにハマっちゃったのかな。聖子やアキナ、キョンキョンの時代よ。ああ、デパートの屋上にトップアイドルが来る短さ。見に行ったわ。ああ、歳がバレる。数年に及ぶ沈黙の最中、軍勢のハイテクシリーズが出たりして、90年代直前、MM146 タイガー1後期型を完全進化な型で出してきた。おお、新時代の幕開けね。タミヤの戦車シリーズにはすでに初期型のタイガー戦車はあったから、実質的なリメイクとなったんだ。ようやく寸法の正確さを持つスケールモデルの理念に沿うキットになったのね。まあな。タミヤスタンダードは組み立てやすくて価格を抑える工夫もしているから、こだわる人はディテールアップ工作を楽しめばいい。ディテールアップ工作はできない人もいるわよね。そうだな。ディテールアップしなくても良いキットが欲しいよな。2005年、ドラゴンがそんな理想を叶えるキットを出す。リーガー1極初期型だぜ。
戦車プラモのエポックね。ドラゴンのごく初期型ティガーはスケールモデルの理想的なキットだから、その後はこのキットが主流となり現在の各社キットたちが生まれていると言っても過言ではない。ライバルメーカーから刺激されて、品質が良くなることもあるわよね。まあ、タミヤは1998年にシュビムワーゲンをリメイクしていて、そこから解像度を一段と上げていたけどな。MM282 フランス戦車 B1 ビズ以降はタミヤもプラモ的表現を抑えて一段と実写忠実再現志向になったな。細部まで忠実な表現に磨きがかかったのね。ああ、4号戦車は75年 MM54、94年 MM181、20年 MM374 の F 型で実質3作目となり、進化を体感できるぞ。キットが出た時代のニーズに合わせながらスケールモデルの本質、忠実な縮小へ向かってきたのね。これからは 3D プリントも普及して、メーカー製キットのフォーマットにも革新が起きるかもしれないわ。そうだな、インジェクション成形でキットにする意義が改めて問われてくるだろうな。どんな方向に進化するのか楽しみね。ああ、そうだな。それに古いキットでもディテールアップパーツで蘇るわね。ああ、というわけで、進化している MM シリーズを解説したぜ。ありがとう。美味しいキットがどれか見えてきたわ。お腹空いたら、絶対あのキットね。いや、だからキットは食べ物じゃない。それじゃあ、よかったら、いいねを押してね。スケールプラモの世界、ご視聴、ありがとうございました。